始めて、はい、更新と。で、左に旋回して、ここで入ると。はい、アラブチャンネルへようこそ。天野さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、千葉県野田市の現場に来ております。我々、前回松戸市の状況をお伝えしましたが、大盛況ということで、今回はこの野田市の現場でいろいろ始まりますので、紹介していければなと思います。早速こちらにありますので、結構面白いことをやられている会社さんです。見ての通りでして、コンクリートの柄運び込まれて、そちらを破砕して、分類して、商品として出荷されると、そういう工程されている会社さんですね。で、左の方が持ち込んだもの、コンクリートの柄を分離する。そして右手の方が綺麗な山が積み上がってますけど、すでにふるい分けされて出荷待ちとなっております。こちら手掛けていらっしゃるのが塩貝グループの風見さんという会社さんでございます。どうですか、天野さん、こちらの現場。前回は天野さんには宮崎の土木の現場見てもらいましたけど、はい、パッと見すげえでかいなと思って、はい、でここでよいしょ豆乳くんが活躍できたらものすごく大きい力になるのではないかなと思っております。はい、ありがとうございます。そうですね。やっぱり土木とは雰囲気違いますけど、同じ動き、やっぱり同じショベル、同じ動きっていうのは、こういうリサイクルのプラントにもありますので、ぜひここでいろいろやっていければなと思います。じゃあ早速ですね、ここから豆乳の工程をより詳しく紹介できればなと思いますので、そちらに移動していきましょうか。はい。ではですね、こちらの破砕してふるい分けする工程、たくさんのショベルが動いています。5台ですかね、ホイールダム動いてるんですけど、この中でもホッパーへの投入する工程が2箇所あります。一番右奥にあります20トンのショベル動いてますけど、あちらの方で固定式のプラントに投入しております。またその手前の方で黄色いホッパーが、移動式のホッパーがありまして、そこにもショベル投入しております。今回、よいしょ投入くんを1ヶ月レンタルして試していくんですが、手前の移動式プラントに投入する工程、この工程をよいしょ投入くん試していこうということになっております。投入するっていう行為自体が何度も繰り返し行われますし、基本的に移動しなくていい定位置作業なので、よいしょ投入くんのこの機能に、かなりぴったりの内容になっております。どうですか、天野さん、実際近くでご覧になられて、ホッパー投入、土木とは雰囲気も違うと思いますけど。投入するのは繊細な作業っぽいので、そうですね。そこら辺上手にできるかなって面もあるんですけど、プログラムとかを設定すれば絶対うまくできると思うんで楽しみです。はい、ありがとうございます。そうですね。天野さんおっしゃる通りで、一番奥の固定式プラントは結構容量が大きいので、正直ガンガン入れてるように私は見えております。ただ手前の黄色い移動式プラントの方は投入する対象の容量が、結構小ぶりなので、そこに関しては今まさにそうですけど、オペレーターさんが慎重に少しずつ入れるということをされてますので、そこの繊細さがどこまで投入で対応できるかっていうところがポイントになってくるかなと。投入するポイント自体は同じなので、あとはどのくらいスクールを加減して入れるところもどのくらい調整できるかっていうところが肝になってくると思います。で、今日実は1日目で、先ほどよいしょ投入くんすでにもう改装して入ってきております。準備これからしていくんですけど、ちょっとよいしょ投入くんの場所に移動していきましょうか。はい。ではですね、商品を積み込むヤードの近くによいしょ投入くん改装してきましたので、場所をご案内します。かなりフラットな場所に置かれてますけど、あの位置でホッパー投入を想定した動きをある程度ですね、最終確認して、最終確認が終われば移動するということになってますので、こちらがですね、よいしょ投入くん、本日1日目の朝に改装されてきまして、これから諸々の動作確認チェックを行っていきます。こちらの場所にした理由はですね、いきなり本番の投入するプラントの工程持ってっちゃうと、毎日稼働しておりますので、そこをなるべく止めるのを最小限にするために、こういった空いている場所でですね、そこで動作確認を行って、ある程度動きがですね、お客様のイメージと合うなっていうところまで調整できましたら、改装するということになっています。左にあります通り、作ってもいい商品等ありますし、生産もですね、いい感じにもう
セットアップされている状況なので、これから実際に勇者投入くんの動作確認していきたいと思いますので、じゃあまずはよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、先ほど剣気電源入れましたので、確認していこうかなと思います。これ、勇者投入くんの売りの一つでもあるんですけど、こういった暑い日、また寒い日とですね、車の中から剣気を動作確認したりできます。じゃあまず非常停止から確認しますね。今電源が入っている状態です。この状態でこのスイッチを解除しますと緑に点灯変わりましたので、押すと赤になってるんで、これは問題ないこいつですね、天野さん。はい。はい。OK だと思い OK ま。ですすね。緑に点灯状態が動作で、タブレットの方も剣気と接続している状態です。この距離ですけど、白いアンテナとタブレットつながってます。非常に強力なアンテナですので、問題なくつながります。で、インターネットもない環境ですが、独立して動いておりますね。姿勢も大体合ってそうですね。この状態で、操作に切り替えて、じゃあ、緑点灯しということで、上げていきます。まず、ブーム軸ですね。うまくですね。下。はい。で次に、アーム軸確認していきます。アームの、前後。はい。で、バケットを締める。こうやって必ず我々、始業前、すべての軸の動作を確認しています。左旋回、右旋回。OK そうですね。履帯ですね。こちらも、後方、バック OK。前進も OK ですね。いい感じですね。いい感じに動いてますね。山に近づいてですね、掘削の自動の動作を確認していければなと思います。一旦この辺を、はい、掘削エリアとして開始していければなと思いますね。はい、動き始めました。で、黄色の掘削点を見て、掘削して、はい。左に旋回して、ハイドという感じで、まあまあ、意図通りに動いてそうですね。はい。なので、指定の動きとハイドの動きも来ましたので、自動の動作の確認完了です。ちょっと最後にパケットを自分として、動作確認を終えたいと思います。で、停止します。結構いい感じに動いてましたね。そうですね。これがよいしょ投入くんの強みだなと感じました。そうですね。はい。車の中でも確認できるんですけども、ちょっとですね、手元とかもよく見たいんで、近くまで来て、ここでもう一度同じ手順確認していきたいと思いますので。じゃあまず、緊急停止スイッチですね。今、屋根の上にありますけど、黄色と赤が光っております。こちら解除します。手元のスイッチで解除したところ、緑、黄色に変わりましたので、これでですね、実際動かすことができます。次にこちらのタブレットで遠隔操作で操作っていう風に切り替えると動かすことができますので、1個ずつ確認しますね。ブームの上げ、下げ、そしてバケットの締め、開放、で、アームの伸ばし、縮めですね。で、ちょっと履帯も確認しましょうか。縮めて、で、クローラーですね。はい、後進と前進。はい。安全めにゆっくりめに起動するようにしてますけど、こちらも無事に全部確認が取れたかなと、遠隔操作の方は。一度メインの画面戻って、この剣気の姿勢ですね。おおよそ同じような姿勢取れてるかなと思いますので、全て接続状態もクリアしているという状況ですね。でセンサーもバッチリ動いていると思うので、ここで自動運転のテストをしていこうと思います。自動開始して、今右手の方、右に旋回して、そちらを掘削エリアに定義しておりますので、いい感じに動いてますね。で、しっかり掘って、
で、左に旋回して、ハイドですね。ここでハイドという形になっております。はい。で、また右に旋回して、右エリアの高いところを掘ると。車の中でもすでに確認しましたけど、近くで見ても、まあまあスムーズに、しっかりいいとこ掘れてますね。はい。掘削も問題なくできていると思います。問題ないですね。はい。これくらいしっかり旋回角度ですね。確保できていれば、ホッパーのところ持ってっても大丈夫かなと思いますので、いい感じかと思います。こちらで停止します。はい。1日目ですね、無事にトレーラーから持ち込んで、輸送でセンサーが何か破損してないかの確認も終了し、動作も全て確認が完了しましたので、いよいよ明日ですね、ホッパーのところを持って行って、実際どうやって投入するかっていう微調整に入っていきたいなと思いますので、明日は天野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。天野さん、2日目お疲れ様でした。お疲れ様でした。実はですね、朝来て現場の責任者と話しまして、このドバの商品の置き場ですね、こちらでまずは練習を行ってから実際の投入工程に持っていきましょうということで、1日練習を行いましたね、天野さん。はい。やりましたね。やりました。ちょっとその成果をですね、見ていただければなと思います。早速その場所に移動しましょう。はい、こちらが本日約2時間ですね、練習をしたところの場所になります。お客様からいただいた課題としましては、フラットな場所からいきなり掘り始めたら、どのくらい縦穴を掘ってくれるかということで、これも掘り終わった後なんですけども、だいぶとですね、4メートルくらいですかね、天野さん。はい。掘れましたね。掘れました。で、特別なプログラミングも引く必要なくてですね、タブレットの設定のみで、ここまでフラットな地面から掘れたっていうのは我々にとってもかなりいい成果だったんじゃないかなと思いますね。でこういって、マイナスの方向に行きますんで、しっかり力使って掘れてるという感じですね。で、配動場所もこの箇所で一定でやってますんで、もう水も出ちゃってますね。こういった感じですね。掘削の範囲、今、何回か変えてトライしてきましたけど、だいぶ縦にですね、地面にめり込むような形で赤い掘削エリア定義しております。で、右手の方にですね、旋回して、ハイドと話しまして、結果こちらになっております。で、掘削エリアいろいろですね、2時間の間に何回か変えてますので、幅もちょっと広めになっておりますけど、想像した以上にうまくいきましたね。そうですね。こんなに掘れるとは思いませんでした。今のハードウェア構成で、しっかりですね、上から順序よく掘るってことが証明できたかなと思いますので、これ後ほどですね、責任者の方に見ていただいて、また次の課題に取り組むのか、もしくは現場に持っていくかっていうのを判断しながらやっていければなと思います。じゃあ2日目、お疲れ様でした。お疲れ様でした。